これがこの星の未来。君の瞳は100万ボルト、俺の心はしびれてメロメロっと。いいポエムが書けたぜ。メモ持ってて正解だな。ゴーンジ隼人。なんだ？俺は未来から来た。この先に起こる悲劇を回避するために俺の言う通りにするのだ。変なやつがペケッツ助けてくれ。おゴーいらっしゃい。そんなに慌ててどうしたの？未来から来たって変なやつに会ったんだ。未来？変な仮面もつけてたし、何もないところから急に現れるし、全く未来から来たって嘘ついて何が目的なんだ？俺に何かさせたいみたいだったけど、俺がかっこよすぎるからいけないのか？ゴーモテモテだね。嘘じゃないぞ。ついてきた。なんなんですか？勝手に人の家に入ってきて。俺は未来から来た。その証拠にこれから雨が降る。こんなに晴れてるのに。本当に降ってきた。偶然に決まってるんだぜ。アイドルの愛子が結婚する。アイドルの愛子さんが結婚しました。本当に結婚しちゃった。もしかして本当に未来人なんですか？未来人の恐怖の予言4選。いやいや、そんな SF の世界じゃあるまいし。本当だよね。現実は漫画やアニメじゃないんだし。そうだ、俺は未来から来た。ある悲劇を防ぐためにな。本当に未来から来たの？悲劇って一体これから何が起こるんですか？ルイ、なんでそんなにあっさり信じるんだ？実は未来人が現れて予言をしていった例がもうすでにいくつかあるんだよ。そうなのか？そう、例えばジョン・タイターって未来人が未来のことをいろいろ話しているんだ。ジョン叩いた？ジョン・タイターね。なんでそいつが未来人だってことが分かったんだ？ジョン・タイターは2000年にネットの掲示板に現れて自分を2036年から来た未来人だって書き込んだんだ。その時に未来で起こったことを予言してそのいくつかが当たっているんだよ。例えばペルーで起こった地震や狂牛病の流行、ローマ法王の即位とか。そうなのか。これでよく分かっただろ。俺の言うことをよく聞いてその通りにするんだ。ゴーンジ隼人。でなければものすごい悲劇が起こるだろう。悲劇？もしかしてあなたの言っているのってジョン・タイターが予言してた核戦争のことですか？核戦争？核戦争が起こる。核戦争ってすごいヤバい戦争だよな。そんなのが起こっちゃうの？ジョン・タイターの予言だと核戦争によって核爆弾が世界各地で爆発。世界は核によって汚染されてしまうんだ。っていうか核ってなんだっけ？核っていうのは核融合を利用したもので、爆弾にこれを使うとすごいエネルギーが生まれるんだ。でも放射能っていう細胞を破壊してしまういわゆる毒みたいなものが残ってしまうから、核爆発が起こった場所は長い間使えなくなってしまうんだ。とにかく怖いものなんだね。その後の世界はどうなっちゃうんだ？核戦争の後は国の行き来ができなくなって食料や物も他の国からは入ってこなくなるんだ。その結果自分たちで作物を育てたり家畜を飼って食料を手に入れる生活をするんだけど、十分な食料は手に入らず人間の平均寿命は60歳以下になってしまうんだって。怖すぎる。なんであなたも怖がってるんですか？この悲劇を教えにこの時代にやってきたんじゃないんですか？いや、俺はゴーンジ隼人に。もしかして核戦争を起こさないようにする鍵がゴーン寺にあるんですか？俺がそんな重要人物なのか？つまりこれで戦争が起こんなかったら俺が世界の救世主ってわけだな。そうなったら世界中のレディーにモテモテ。どうなんだ？どうすれば救世主になれるんだ？違う！俺のいる未来ではそんなこと全く起こっていないし、核戦争なんて話聞いたこともないぞ。なんだ、それじゃあその予言は間違いだったんだな。この人が来た未来よりもっと先の未来で起こることなのかな。そんなことになったら世界はおしまいだ。助けてくれ。わかったよ。じゃあ僕がペケペケ爆弾で世界中の核爆弾を全部爆発させてなくしちゃうね。絶対やめて。そんなことしたら今すぐ世界が滅んじゃうから。戦争の舞台が宇宙になる。どうしようどうしよう。あなたはどれくらい未来から来たんですか？20年くらいだな。なるほど、ジョン・タイターが来たのと同じくらいか。ということはあなたはジョン・タイターとは別の未来から来た未来人なのかもしれないですね。どういうこと？未来って一つじゃないのか？そう、ジョン・タイターは未来は決まっていなくていくつもあるって言っているんだ。何か一つでも変わったら別の未来になっちゃう。つまりジョン・タイターが過去にいる時点でもうジョン・タイターの経験した過去とは違うから未来は変わっちゃうんだって。
つまりこの人が来た未来では核戦争が起きなかったってことだね。よかった。でも他の悲劇があるんですよね。ゴーンジに何かさせることによってその悲劇が起こらない未来に変えようとしているってことですよね。その通りだ。悲惨な未来を迎えたくなければ俺の言う通りにするのだ。ゴーンジ隼人。その悲惨な未来って何なんだ？それはだな。なるほど、すぐには言えないくらい大変なことが起こるってことですね。そうなの？いや。もしかして未来人の国分霊が予言した戦争の舞台が宇宙になるってことですか？ぶん殴れ。国分霊ね、殴っちゃダメだよ。別な未来人も予言してるのか？国分霊は2058年から2019年にやってきた未来人で SNS で日本がオリンピックで取る金メダルの数や誰が総理大臣になるかを予言して当てているんだ。それは未来人じゃなきゃわからないよな。その国分霊が未来では戦争の主な舞台が陸や海じゃなくて宇宙になると言っているんだ。宇宙から地上に電磁パルスというものを発射して機械類をダメにしちゃうんだって。そうなんだ。機械がダメになるってことはゲーム機とかも壊れちゃうの？テレビもスマホもか？そうだろうね。俺のパソコンもダメになってしまうのか？そんなことになったらせっかく手に入れた無垢な画像がなんとかしてくれ。そんなこと言っても宇宙からの攻撃じゃ手も足も出ないもんな。もしかして俺にそれを打ち破るロボットのパイロットになってほしいのか？ずらい。僕もロボット操縦したい。ダメだ、救世主は俺なんだぞ。僕だっていいじゃん。どっちでもいいぞ。俺のパソコンが守られるなら。あなたの未来ではそういうことは起きてないんですか？そうだな。俺がいる未来ではそういうことは起きていないな。それじゃあこの予言もあなたの未来では起こらないのかもしれないですね。これが起こるのは同じ2030年くらいの未来ですから。よかった。それじゃあ防ぎたい未来の悲劇ってクローン人間が作られる。もしかして2062年から来た未来人が言っていた未来のことかな？ 2062年からも未来人が来てたのか？そう、2010年にネットの掲示板で2062年から来たという人がいろいろな予言をしていて、その中の一つにクローン人間の出現というものがあるんだよ。クロール人間？それは普通にクロールで泳いでいる人間だね。クローンってアニメとかで聞いたことあるぞ。全く同じ人間を作るんだよな。そうだね、その人と同じ遺伝子を持った複製をクローンって言うんだけど、今の世の中だと人間のクローンを作ることは禁止されているんだ。そうなのか？俺が2人いたら便利だなと思うけど、協力したら宿題も半分になるしな。ゴーはどっちがやるかで喧嘩しそう。そうだね。でもなんでクロール作っちゃダメなの？クローンが作られることによってクローンの人権がなかったりするのが問題になってくるんだ。最悪な場合クローン同士で戦争をさせたり、オリジナルが病気や怪我をした時のスペアにさせられたり、道具として使われちゃうんだ。それはひどいぞ。クローンだって人間なんだろ？そうだ。そんなこと許しちゃダメだ。クロール反対。わかったぞ。俺がそんな世界にさせないための救世主なんだな。俺は何をしたらいいんだ？クローン人間も俺のいる未来にはいなかったかな。そっか。まあ僕にかかればクロールなんて作らなくても何でもコピーできる。コピードロップでコピーできちゃうしね。こっちの方が便利だよ。改めて考えたらペケツのアイテムって反則だよね。お願いだから悪いことに使わないでね。それにしてもこれも違うとなると、日本の人口の男女比は11対4。そういえば2062年の未来人がした予言でゴーンジが困りそうなものがあったな。どんなのだ？日本の人口の男と女の割合が11対4になるんだって。わかりやすく言うと、人が15人いたらそのうち女性は4人だけなんだ。そんなことになったら男ばっかりで地獄じゃないか？絶対に防がないと。そうだ。むしろレディーだけでもいいくらいだ。やっぱり俺は何をしたらいいんだ？ルイ、どうしたらいいんだ？教えてくれ。その様子だとあなたの未来では違うみたいですね。だったら大丈夫だと思います。よかった。他には2026年の未来人が予言した未来には病気は全て治せるだとか。それじゃあかき氷食べて頭痛くなっても平気だね。それはほっといてもすぐ治るでしょ。あとは10万円札があるとか。10万円札？そんなの持ってたら金持ちすぎる。めったに使うことはなさそうだよね。それと鉱石、つまり石の料理があったり。石美味しいのかな？ルイ料理してみて。僕の腕前だと石は料理できないかな。あとは悲劇になりそうな予言はないと思う。そしてそれじゃあ俺にしてもらいたいことって何なんだ？今メモを持っているだろ。これか？それって何なの？これは愛のポエムメモだぜ。思いついた時にメモしてるんだ。それを破り捨てるんだ。これと未来に何の関係があるんだ？絶対嫌だ。それが未来の悲劇を招くんだ。邪魔をするな、ルイ。あなたは未来のゴーンジですね。うわ
5？でもちょっと大人。なんでわかったんだ？ゴーンズと驚き方が全く一緒でしたし、それに女性のことをレディーと言ってましたからね。でもなんでそんなにポエムメモにこだわるんですか？過去に来てまで。それはそのメモを母さんに見られちゃったんだ。そんなことのために過去にタイムスリップしてきたんですか？そんなことってなんだ。大人になってから母さんに昔書いたポエムを見られるなんて恥ずかしすぎるだろ。母さんは子供の頃の俺の思い出として懐かしいわとか言って壁に飾り出すし、地獄すぎる。この瞬間このメモを抹消しようと決めたんだ。確かに母さんに見られるのは地獄だけど、しっかり隠してないのが悪いんじゃないか。いや、そんなの書いてる昔の俺の方が悪い。ああ、やっぱりいた。まったく、またポテチで買収して。っていうか、仮面外しちゃってるじゃん。万が一昔の自分に会っちゃいそうな時は正体がバレないようにしないと何が起こるかわからないって言ってあったのに。さあ、早く帰るよ。迷惑かけてごめんね。ちょっと待って、まだメモが。それでメモどうするの？母さんに絶対見つからない場所考えないとな。そうだ、ルイの部屋に置いといてくれ。やだよ、持って帰んなよ。未来で悲劇が起こってもいいのかよ。頼む。未来でも3人仲良かったらいいなと思った僕なのでした。まるとローソン店内マルチコピー機サービス、ローソンプリントで買えるペケペケペケッツくんオリジナルステッカー好評発売中。スマホやノートに貼ればいつでも僕たちに会えるよ。ステッカーは全部で4種類。あ、僕のステッカーもある。世界一かっこいい俺のステッカーもあるんだぜ。ゲットすればレディーにモテモテ間違いなしだ。詳しくは概要欄や画面左上のアイコンをクリックしてね。みんな絶対ゲットしてね。あねが